最近、キオクシアの名前をよく聞くようになりました。ランド型フラッシュメモリって何のことなんですか？今日は株価の話ではなく、キオクシアの成長を支える記憶技術として難度を見ていくわね。生成 AI とかデータセンター事業で SSD が注目されているという話もありますよね。そうね、キオクシアの2026年3月期決算では、売上収益が2兆3376億円、営業利益が8704億円だったの。数字だけ見るとかなり大きいですね。前年と比べるとどうだったんですか？売上収益は前期比 37.0% 増、営業利益は 92.7% 増と説明されているわ。かなり強い1年だったと言えるわね。その成長はランドや SSD と関係しているんですか？関係があるわ。決算資料では SSD& ストレージの売上が前期の9911億円から1兆3626億円に増えたと示されているの。 SSD& ストレージというのはパソコンやデータセンター向けの SSD を含む分野ですか？そうよ。会社資料では PC、データセンター、エンタープライズ向けの SSD やメモリ製品を主に含む区分として説明されているわ。生成 AI 需要がその売上に関係したということですか？会社側は生成 AI を中心とするデータセンター顧客の強い需要で平均販売価格が大きく上がったことが増収の主因だったと説明しているの。ただこれは投資判断の話ではないんですよね。そうね。ここでは売買推奨や株価予想ではなく、なぜ難度という技術が注目されるのかを理解するための入り口として扱うわ。そもそもキオクシアは難度とどういう関係がある会社なんですか？キオクシアは東芝メモリを前身とするフラッシュメモリ企業ね。会社資料では1987年に世界初の難度型フラッシュメモリを発明したと説明されているわ。つまりランドの歴史でもかなり重要な会社なんですね。そう考えていいわね。ではここからその難度型フラッシュメモリが何をしている部品なのかを見ていきましょう。ランドはメモリなんですよね。でもメモリって電源を切ると消えるイメージがあります。そこが大事なところね。難度は不揮発性メモリと呼ばれていて、電源を切ってもデータを保持できるの。つまり保存用のメモリなんですね。そう。スマートフォンのストレージ、 USB メモリ、 SD カード、 SSD などで使われる保存を担当するメモリなのよ。ではパソコンのメモリとして出てくる DRAM とは違うんですか？違うわね。 DRAM は CPU や GPU が作業中のデータを高速に扱うためのメモリで、電源を切ると基本的に中身は消えるの。 HBM も DRAM の仲間なんですか？ HBM は高いデータ転送速度を重視した 3D 積層 DRAM と考えるといいわね。 AI 計算で重要だけれど難度とは役割が違うの。 HBM は作業用、難度は保存用という分け方ですね。その通りよ。 AI 時代の半導体を見るときは GPU、HBM、難度を混同しないことが大切ね。GPU は計算、HBM は計算中の高速な作業場所、難度は保存場所という整理ですか？その整理で良いわね。難度は HBM の代わりではなく、もっと大きなデータを電源を切っても残しておくための技術なのよ。難度が電源を切っても覚えていられるのはどういう仕組みなんですか？難度のメモリセルには電子を貯める電化蓄積膜があるの。そこに電子を入れたり出したりして状態を変えるのよ。電化蓄積膜というのは電子を保持する場所なんですね。そうね。高い電圧をかけると電子が絶縁膜を通って電化蓄積膜に入る。別の条件で電圧をかけると電子が出ていくの。電子が入った状態と抜けた状態をデータとして使うんですか？基本はそうよ。電子の量が変わるとそのメモリセルで電流が流れ始める境目の電圧、つまり式位置電圧が変わるの。式位置電圧というのは電流が流れるかどうかを分ける基準の電圧ですね。そう。読み出しの時は決まった読み出し電圧をかけて電流が流れるかどうかを見るのよ。電子があるとどうなるんですか？キオクシアの説明では電子が電化蓄積膜にある状態は式位置電圧が高くなり、読み出し電圧では電流が流れにくい。この状態をデータゼロとして扱うの。電子がない状態は逆に電流が流れやすいんですね。その通りよ。電子がない状態では式位置電圧が低く、読み出し電圧で電流が流れる。この状態をデータ位置として判定するわ。電源を切ってもその電子の状態が残るからデータが消えないんですね。そうね。そこがフラッシュメモリの大きな特徴なの。難度は
電気的な状態を長く保持する保存用メモリなのよ。では、なぜ難度は大容量にしやすいんですか？理由はいくつかあるわ。まず、難度はメモリセルを直列に並べる構造で高密度に配置しやすいの。たくさんのメモリセルを詰め込みやすいんですね。そうね。さらに一つのセルに複数ビットを保存する多地化も進んできたのよ。SLC とか TLC とか QLC という言葉を聞いたことがあります。SLC は1セルに1ビット、MLC は2ビット、TLC は3ビット、QLC は4ビットを保存する方式ね。一つのセルに多く保存できるほど容量は増やしやすいんですね。その通り。ただし良いことだけではないの。保存するビット数が増えるほど式1電圧を細かく区別しなければならないのよ。細かく区別するということは読み書きが難しくなるんですか？そうね。一般に容量効率は上がる一方で書き込みや読み出しを慎重に行う必要が出て速度や寿命の面では不利になりやすいの。だから安い大容量 SSD と高耐久な SSD では中身の設計が違うことがあるんですね。そういうことね。SLC、TLC、QLC は単純な優劣ではなく容量、価格、性能、寿命のどれを重視するかという設計選択なのよ。でも平面に詰め込むだけだといずれ限界が来そうです。実際に 2D 難度では微細化の限界が問題になったの。セル同士が近づきすぎると意図しない電流やセル間干渉が起こりやすくなるのよ。小さくすればするほど電子の数も少なくなるんですよね。そう。一つのセルに蓄えられる電子が少なくなるとわずかな電子の漏れやばらつきでもデータの安定性に影響しやすくなるの。そこで 3D 難度が出てくるんですね。そう。 3D 難度はメモリセルを縦方向に積み上げることで同じ面積あたりの容量を増やす技術なの。キオクシアの BCS フラッシュもその 3D 難度なんですか？そうよ。 BCS フラッシュはキオクシアの 3D フラッシュメモリ技術でメモリセルを垂直方向に積層して記憶密度を高めるの。小さくするだけではなく縦方向に積む方向へ進化したんですね。その理解で自然ね。キオクシアは2007年に 3D フラッシュメモリ技術を発表し BCS フラッシュでは多層化によって容量を増やしてきたのよ。多層化というと層を増やせば良いだけにも見えます。実際にはそんなに単純ではないわ。層が増えるほど深い穴を高い精度で開け各層のメモリセルを安定して作る必要があるの。製造の難しさも増えるんですね。そうね。だから現代の難度は総数だけでなく回路の配置や接合技術も重要になっているのよ。 CBA や OPS という言葉も入れたいのですが難しそうです。役割を中心に見ると分かりやすいわ。 CBA はメモリセルの部分と CMOS 回路の部分を別々のウェハーで作り後から接合する技術なの。 CMOS 回路というのはメモリセルを動かすための周辺回路ですか？そうよ。メモリセルがデータを保持する部分なら CMOS 回路は読み書きや制御を支える部分と考えると良いわ。なぜ別々に作るんですか？メモリセルと CMOS 回路では作り方の最適条件が違うからよ。別々に作ることでそれぞれに合った製造条件を使いやすくなるの。それで性能や密度を高めるわけですね。そうね。 CBA ではセルアレイと CMOS を重ねることでチップ面積を減らしつつ性能改善もしやすくなると説明されているわ。 OPS は何をする技術なんですか？ OPS は不要なダミー領域を減らして同じ面積により多くの有効なメモリセルを配置するための工夫として整理できるわ。 3D 難度はただ積み上げるだけではなく周辺回路や配置も進化しているんですね。その通りね。 BCS フラッシュ、多層化、 CBA、 OPS は容量、性能、コストのバランスを取るための技術として見ると分かりやすいわ。ここまで聞くと難度だけで SSD ができているようにも思えます。実際には SSD には難度チップだけでなく SSD コントローラが必要なの。コントローラは何をしているんですか？エラー訂正、ウェアレベリング、論理アドレスと物理アドレスの変換、不良ブロック管理などを言っているわ。エラー訂正は読み出したデータの間違いを直す仕組みですか？そうね。難度は大容量化や多地化が進むほど読み出しの判定が細かくなる。だからコントローラ側で誤りを検出しできる範囲で訂正することが重要なの。ウェアレベリングというのは何ですか？難度には書き換え寿命があるから特定の場所だけに書き込みが集中しないように書き込み場所を分散させる制御のことね。同じ場所ばかり使うと
そこだけ先に傷んでしまうんですね。そうだから SSD は利用者から見える保存場所と実際に難度上で使う場所を対応付けながら内部で書き込み先を調整しているの。不良ブロック管理というのもその一部ですか？近い役割ね。使えない領域や劣化した領域を避けて保存先として使わないように管理するの。つまり SSD の信頼性は何のチップだけではなくコントローラとファームウェアにも支えられているんですね。まさにそこが重要ね。ただしエラー訂正やウェアレベリングがあっても寿命や速度の制約が消えるわけではないの。 AI データセンターではなぜ難度が重要になるんですか？生成 AI では学習データ、推論時に参照するデータ、RAG で使う外部データベース、モデルのチェックポイントなど大量のデータを保存して読み出す必要があるの。 AI というと計算ばかり注目されますが保存も重要なんですね。そうね。 GPU が計算し HBM が高速な作業領域を担い SSD が大容量の保存と読み出しを支える役割が分かれているのよ。 RAG というのは生成 AI が外部データを検索して答える仕組みですよね。そう RAG では大量の文書やベクトルデータを保存し必要な情報を高速に探す必要があるの。そこで SSD の性能がシステム全体に関係してくるのよ。キオクシアの資料でも AI と難度事業の関係は説明されているんですか？説明されているわ。2025年の戦略資料では難度市場全体が今後5年で年率 20% 成長し2029年には難度需要のほぼ半分が AI 関連になるという見通しが示されているの。かなり強い見通しですね。ただ予測は予測ですよね。その通りよ。会社の見通しは重要な資料だけれど将来の需要や市況は変わる可能性がある。断定せずに扱う必要があるわ。 GPU や HBM だけでなく SSD や難度も AI システムの土台になるということですね。そうね。特に推論や RAG が増えると保存済みデータをどう持ちどう読ませるかがより重要になると考えられるわ。でも AI 需要だけで難度がずっと伸びると考えるのは危ないんですよね。その通り。難度を含むメモリ産業は需要、供給、在庫、価格の変化を強く受けるの。キオクシアの決算資料にも市況の変動性が書かれているんですか？書かれているわ。半導体、メモリ業界は短期間で事業環境が変動する性質があるとして数期計画や進捗の開示を行わないと説明しているの。技術として重要であることと投資としてどうなるかは別に考える必要があるんですね。その姿勢が大切ね。この動画では売買判断ではなく難度がなぜ重要なのかを理解することを目的にしたいわ。今日の結論をまとめると難度型フラッシュメモリは電源を切ってもデータを保持できる保存用メモリです。そして SSD やスマートフォン、データセンターを支える基盤技術なのよ。 AI 時代には GPU や HBM だけでなく大量のデータを保存する難度も重要になる。一方で難度には書き換え寿命や速度面の制約がありメモリ市況も変動が大きい。だから成長期待と注意点を分けてみる必要があるわね。難度を理解すると SSD や AI データセンター、キオクシアの事業も少し見えやすくなりますね。そうね。半導体を数字だけでなく技術の役割から見ることが理解の第一歩になるのよ。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。